日本のトップランナーたちは一体どうやって逆境を乗り越えてきたのか。今回は数々のベストセラーから彼らの知恵をぎゅっと凝縮して、あなたの仕事やビジネスに今日から使える普遍的な原則としてお届けします。今日お伝えするのは、あなたが今直面しているその逆境を成功のための最強の武器に変えるための3つの原則です。これを知れば、どんな課題も成長のチャンスに変えるための具体的な方法が手に入ります。その3つの柱というのがこちら。自己認識、そして行動、最後に人間関係です。では早速、最初の自己認識から見ていきましょう。はい、では最初の原則、自己認識についてです。これ実は本当の強さっていうのは、目の前の問題をどう捉えるか、まさにその認識から全てが始まるということなんですね。社会のゴミ、すごい言葉ですよね。これは後にプレゼンで日本一に輝く小川大志さんという方がキャリアのどん底だった時代に同僚から実際に言われた言葉なんだそうです。当時の彼は営業成績はビリ、上司には反抗的、いわゆる問題社員だったわけです。でも本当に重要なのはここからです。彼は話術で物が売れないという営業マンとしては致命的な弱点を抱えていました。でもまさにその不利な状況があったからこそ、彼は全く新しい方法を編み出すことになったんです。それが手紙営業。この手紙こそが彼の人生を大逆転させる突破口になったんですね。これつまりどういうことかというと、障害っていうのはただの壁じゃないってことなんです。むしろ他の人とは違う自分だけの特別な能力を磨くための触媒、つまり化学反応のきっかけになると。今足かせだと思っているその環境こそが将来のあなたを誰よりも輝かせる最大の武器になる可能性があるんです。言い換えれば、本当の自己認識っていうのは、他の人があれは弱みだよねって見るような部分を自分だけの資産に変える力のことなんです。倒産寸前の会社を立て直した臼井由貴さんも言ってますが、まずは私は私であればいいとありのままの自分を認めること、そこから全てが始まる、そういうことなんですね。さあ、自分をどう捉えるか、自己認識が固まったら、次はもちろん行動です。ここからは頭の中にあるビジョンをどうやって具体的な結果に変えていくか、そのための超実践的なシステムを見ていきましょう。これはワタミの創業者渡辺美樹さんがゼロから巨大な企業を築くときに使ったものすごく具体的な方法です。まず夢に日付を入れる。彼の最初の夢は庭付きの家に住みたいっていうすごくシンプルなものだったそうです。でもそこに日付を入れて、じゃあそのために今現実とどれくらいギャップがあるのか、そのギャップを埋めるために毎日何をすればいいのかって細かく分解して、あとはとにかく毎日やり抜く、これだけなんですね。でも毎日完璧にやり続けるなんて正直誰にとっても難しいですよね。そこで大事になってくるのが完璧主義を捨てるっていう考え方です。経営者の臼井由貴さんが提唱しているこの 70% という数字、これに隠されたちょっと意外な原則について見ていきましょう。これが 70% ルールです。要は完璧な 100% を目指して提出が遅れるくらいなら 70% の完成度でもいいからとにかく早く出しちゃった方がいいということ。なぜかっていうと、早く人の目に触れさせることで周りの人の意見とかエネルギーとかフィードバックを取り込めるからなんです。結果的に一人で 100% を目指すよりずっと良いものが出来上がる。つまりスピードが質を高めるということですね。結局どんな大きな達成もその裏には、歴史小説家の宮城谷正孝さんが言うように、日々の地道な努力の積み重ねがあるんですよね。努力を積み重ねていけば人は思いがけない力を発揮するようになる。このコツコツとした一貫性のある行動こそが、自分でもびっくりするような大きな力を生み出すエンジンになるんです。でもどんなに自己認識が深まって行動力があっても、成功って一人じゃ絶対に無理ですよね。そこで最後の原則です。それは強力な協力者、つまり味方をどうやって作るかというテーマです。斉藤ひとりさんが教えてくれる人間関係の根っこにあるたった一つの問い、それがこれです。この人のために自分は何ができるか。ほとんどの人はつい自分は何をもらえるかなって考えちゃう。でも本当にうまくいく人はまず自分から何を与えられるかを考える。この視点を変えるだけで全てが変わるんです。
まさにこの図が全てを表しています。陶芸家の北川八郎さんが言う繁栄の法則ですね。まず自分から与える。そうすると信頼が生まれる。そしてその信頼が自分だけじゃなく周りの人みんなの繁栄につながっていく。この良いサイクルが回り始めるんです。じゃあ具体的にどうやって信頼って作ればいいのっていう話ですよね。ここで使えるのが先ほど出てきた小川大志さんがセールスの達人から学んだっていうすごく実践的なテクニック。小さなお願いです。相手にとって全然負担にならない本当にちょっとしたお願いをする。そしてそれをやってもらったら心から感謝を伝える。これだけで相手は自分は役に立てたって感じてくれて、協力関係の第一歩が生まれるんです。そして関係を良くする究極の言葉、それがありがとうです。何かあった時ついすみませんって言いがちですけど、そうじゃなくてまずありがとう。臼井由比さんが旦那さんから感謝のプロになりなさいって言われたそうですが、まさにその通り。謝るより先に感謝する。これがあらゆる人間関係をスムーズにする潤滑油になるんですね。はい、ということで今日お伝えした3つの原則をまとめますね。まず1つ目が自分の不利な点を独自の強みに変える自己認識。2つ目が夢を現実に落とし込む行動のシステム。そして3つ目が与えることと感謝から始める人間関係の作り方です。ではこの学びを明日から生かすためにまず何から始めればいいか。臼井由貴さんが実際にやっていた誰でもすぐにできるアクションがこれです。自分を具体的に3回褒める。本当にどんな小さなことでいいんです。今日一日の中で自分自身を3つ具体的に褒めてあげてください。なぜこんなことが大事なのか、臼井さんのこの言葉が全てを物語っています。あなたが一番、あなたがどれだけ努力しているかを知っています。だからあなたがあなた自身をいっぱい褒めてあげましょう。結局自分の頑張りを一番分かっているのって自分自身なんですよね。この小さな自分への肯定が外にある大きな壁に立ち向かうための一番頑丈な土台になるんです。今日お話ししたすべての原則はこの最初の一歩から始まります。さて、あなたの人生を変える最初の一歩は何になりそうですか？